皆さんこんにちは。こんにちは。 TLS の渋谷です。 TLS クラスルームシーズン3エピソード9やっていきましょう。イエーイ。結構寒くなりましたけど、体大丈夫ですか？体調は大丈夫です。 OK、 よかったです。で実はね、南半球っていうのは今夏なんですけど、そっちの人も、この TLS クラスルーム見てくれていることが分かりました。いつも見てくださってありがとうございます。メールもありがとうございました。ということで今日も TLS クラスルーム頑張っていきましょう。今度アルバイトの面接があります。敬語を教えてください。敬語ですね。確かシーズン1の時にも敬語を勉強したかな。気になる人はぜひ見てみてください。今日は敬語を勉強していきましょう。で敬語っていうのはやっぱり留学生にとってはいつも難しいテーマなんですよね。でも敬語を勉強する上で大切なことは N4 とか N5 の勉強なんですよ。敬語 N4 にそんなにありませんけど、N2 の敬語が難しいですって思いますよね。はい。でも N4、N5 の時に受け身系とか刺激系って勉強しなかった？したよね。はい。しましたよね。しました。覚えてますね。はい。そう。あれをなんか敬語の時はよく使うんですね。N4、N5 がしっかり分かってないと、その後の敬語の勉強が結構大変になるんです。でも N4 で尊敬語とか感情語も勉強しました。そうです。あれは難しいです。勉強しましたね。ちなみに自分の行動を表すのはどっちだ？現状語。素晴らしい。相手の人、社長とか偉い人の行動を表すのは？尊敬語。ありがとうございます。そうですね。尊敬語でした。でもアルバイトの面接だったら、そのですとますがちゃんと使えてれば大丈夫ですよ。でもそれは敬語ではないですよね。いや、このですとかますっていうのを丁寧体って言って、これも敬語です。面接の時はその普通体を使わないようにすればいいと思いますよ。で、この TLS では敬語、尊敬語とか謙譲語っていうのはスパイスっていうふうに言っています。みんなさ、ホットドッグ食べる時にさ、ケチャップとかマスタードのスパイスだけ食べる人っていますか？そうじゃないですよね。 TLS はホットドッグがですとかますって考える。それにプラス敬語、尊敬語とか謙譲語がケチャップとかマスタードみたいにちょっと使われていればいいですっていうことですね。イメージできた？はい。この説明だけだとアマンダさん多分満足しないですよね。ちょっと他の言葉考えていきましょう。で、さっき難しかったのは謙譲語、尊敬語、誰の行動ですか？考えるの大変ですよね。で、今回はその行動を考えなくてもいい、それを変えるだけで敬語っぽく聞こえる言葉があるので、ちょっとそれを考えてみましょう。じゃあ皆さん、これを見てください。これ大丈夫ですか？とても簡単。そうですよね。これ結構みんな N5 とかで勉強しましたよね。でもこれには丁寧体があります。これを使うだけで敬語っぽく聞こえるんです。覚えてるかな？ここ、丁寧な形。こちら。素晴らしい。こちら。どこ？どちら。どちら？誰？どなた？いいですね。じゃあとても。大変ですね。じゃあ今は？今はただいまとか現在使います。ちょっと少々。少々。じゃあこれ明日。明日。よく覚えてましたね。明日。明日もありますね。明日もあります。そうです。その2つでいいと思います。でも先生、明日と明日と明日の漢字は同じですね。読むときはどうしますか？素晴らしい。とてもいいクエスチョンですね。例えばすごくフォーマルな文章が書かれているときっていうのは私たち、明日使ったりします。ビジネスとかの文章ですね。でも友達とかの SNS とか友達から来るメッセージとかを私たち明日って読みますね。文章を見て、使い分けているっていう感じですね。だからみんなが自分で文章を見てそれが判断するようにしてたらちょっとすごいですよね。わかりました。すごいと思います。
で、あともう一つ、これみんなよく見る漢字ですね。これも2つ、さっきと同じみたいに同じ漢字で違う読み方ありますね。はい。私よく知ってるじゃないですか。そうなんです。私ですね。私はっていうのを使うだけですごく丁寧な印象になります。なので面接の時はぜひ私はっていうのを言ってみてください。はい、頑張ります。頑張ってください。今日は、敬語ちょっと丁寧な形勉強しました。皆さん大丈夫ですか？はい。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。失礼いたします。失礼いたし失礼いたます。します。